はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、僕が過去に、作った作品を、ちょっと解説していこうかなというような、回になっておりましてですね、ちょっと全部を事細かく、全部のクリップを事細かく説明していくと、ちょっととんでもない時間がかかってしまうので、皆さんでもね、ちょっとこういったテクニック、そのプロジェクトの中のテクニックを、真似できるっていうようなレベルまで、ちょっとさらっていくっていうような、チュートリアルになっております。で、今日見ていくのが、このね、チェインリアクションっていう、作品になるんですけれども、この動画ですね、後半、これね、新宿の街で撮った映像になるんですけれども、見ていただいた通りね、非常にこう、ネオンが、印象的な雰囲気になるようにね、仕上げてるんですけど、これをね、どうやって作ったのかっていうのをね、ちょっと解説していきたいなというふうに思います。はい。で、これがですね、その編集してるノードのリストが、こっち側にあるんですが、これ何をしたかっていうとね、ちょっとね、ビフォーアフターを見てみたいと思うんですけど、最初はね、こんな感じになってます。これ何で撮ったんだっけな。S ログ多分 S ログだったと、思うんですけど、ですね、このベーシックなグレーディング、この辺ですね、をオンにすると、ちょっとね、暗いっちゃちょっと少し暗めなんですが、この辺かな。とりあえず、全体的に、コントラスト、サチュレーション、ホワイトバランス、あと、ノイズリダクションですね。っていうのを調整した段階だと、絵的にはこんな感じになってます。で、見ていただいた通り、ネオンが別にさっき、見てたのと比べると、印象が薄いかなっていう感じだと思うんですよ。ちょっとね、もう一回さっきの見てみると、さっきのってこんな感じになってて、すごいこう、こっちはちょっとブルーに光ってて、こっちがオレンジに光ってて、で、このね、これ雨降ってるんですけど、水面なんかはちょっとピンクに光ってるみたいな。はい。これをね、どうやって作っていったのかっていうのをちょっと一個ずつ、見ていきたいなというふうに思います。で、このね、この辺のノードからそれをやってってるんですが、最初はですね、やっぱりどうしてもちょっと暗いので、こんな形で、これですね、このマスクを使って、トラッキングですね。トラッキングをかけて、明るさを、上げてます。はい。っていうのだったり、で、ここですね。ここはですね、すごいもうちょっとこの明るいハイライトの部分がぽやっとしたような、感じになるようにしたいなと思ってるんですけど、通常であればこれって、ブラックミストフィルターとかを使うとこんな効果が出ると思うんですけど、これね、今回そのフィルター使ってなかったんですよ。なので、編集で足しました。で、何を使ったかというとですね、これですね、グローフィルターっていうのを使ってます。グローフィルターを使うと、こんな感じでですね、オフ、オン。こんな感じでですね、ブラックミストフィルターを使ったようなのと効果が得られるので、後から足したいなとか、このグローフィルターを使うといいと思います。で、次に、これ何してんだっけ。これはですね、はい。デフリッカーですね。これが、やっぱりね、どうしても夜のシーンとか少しスローモーションで撮ると、これをオフにして再生すると、こんな感じで、今見ていただいた通りですね、だいぶチカチカするんですよね。で、これを、排除するためにオンにしてあげると、ちょっとこれスピーカーうるさいから切っとこうね。はい。だいぶマシになると。適用しなければ、こんな感じでもっとこう、ガンガン、フリッカーが派手に出ているので、これをオンにしてあげてます。はい。この次からこうどんどん色を作っていくんですが、もうこれはですね、ほんと塗り絵みたいな、感じで、どんどんね、色を足していくんですよ。で、まずこの左側、これもともとが、ここの、ランプっていうのが、蛍光灯っていうよりは、白熱灯みたいな、色があったので、ここをさらに強調してやろうということで、ドンと、こんな感じで色を塗ってます。で、これも、マスクをかけてますね。で、トラッキングとかは、特にここが、そんなに動くものではなかったんで、トラッキングはかけてません。で、何で色を作ったんだっけこれ。そうですね。で、単純にですね、これはですね、オフセットで、こう、ぐーっとオレンジの方に、持ってってます。はい。もうそれだけですね。で、こんな感じで、こっちをオレンジにしてあげてですね、
その次は、何してんだっけな、これ。ドン。あ、そうですね。その次はですね、はい。ここの、地面をですね、こんな感じで塗ってます。で、これはですね、はい、2つマスクを使ってます。1つは、この下に、ここで使ってるですね、これ、はい、グラデーションですね。グラデーションで、まあ、ここからここまでの範囲にグラデーションをこう斜めにちょっと、地面がのラインに合わせて斜めにグッとかけてあげるというようなことをやってます。で、もう一個これ、かかってるんですけど、これが何かっていうと、はい、これオフにするとですね、まあ当然、まあ地面にだけかけたいんですけど、まあここにね、かぶっちゃってるんですよ。はい。なので、ここをマスクで消してあげます。はい。で、こうして、このね、マスクを反転させてあげるんですよ、ここで。そうすると、この部分だけ、適用されないという形になるので、まあ、こんな形でですね、細かく適用できされるところ、されないところっていうのを調整していきます。被らないように。っていうのをどんどん繰り返していきます。はい。で、こっちはこの右側ですね。この右側はもうがっつり、青い、ネオンにしてしまっていますね。うん、で、これも、まあ、マスクをかけて、これはですね、さっきはこっちの部分はオフセットで、じゃあ、そうか、オフセットの方でやったんですけど、このブルーっていうのはですね、今度ティントですね。このティントをぐーっと、まあ、変えてあげることによって、こういう雰囲気を、作ってます。さらにそれをどんどん繰り返していって、次、ここですね。はい。で、ここも、こんな感じでマスクをかけてあげてます。はい。で、これはどうやって色作ったんだっけな。あ、そうですね。ここもですね、このハイライトを少し、まあ、ピンクの方に寄せてるっていう形ですね。やっぱり、まあ、一応絵的にはですね、まあ、これ地面がなんか濡れてるんですよね。これ雨降ってたんで。で、そこにこういうまあ、ピンクっぽい光があるので、まあ、そこが反射されて、少しこの、モデルさんにもそれがこう跳ね返ってきてるみたいな、感じを出したくて、ここも明るく塗ってます。で、はい。最後にですね、ちょっとこの赤い、やっぱりこの傘っていうのを、より、なんだ、際立せたかったので、これはですね、まあこれも同じここの範囲を、選択してるんですが、プラスクオリファイヤーで、この赤色だけが適用されるように、クオリファイヤーで、どうだっけ、こうか。はい。まあ、いじってあげます。まあ、多少ね、肌の方とかもまあ入っちゃってるけど、まあ、そんなに強い効果をかけてるわけじゃないんで、まあ、いいかなということで、クオリファイヤーで上げて、でですね、ちょっと効果を持ち上げてあげると、色を。こんな形で。はい。っていうようなことをやってるのが、このチェーンリアクションの、一個特徴かなというふうに思います。うん、で、これね、あんまりやりすぎない方がいいのと、どこまで違和感を消せるかなっていうところだと思うんですよ。で、さっき言った通り、マスクをかけるんですけど、例えばこれ、この絵なんかも、まあ、今と同じような形で、結構ね、この、まあ、ここに、もうピンクにしてあげたりだとか、右をこう青くしてあげたりだとか、っていうことをやってるんですが、これね、よくよく見るとですね、ちょっと待ってくださいね。はい、よくよく見ると、これ、はい、ここ、後ろをね、青くしたいわけですよ。だから、ここの範囲に、青く塗ってはいるんですが、これ目の前にですね、一個ね、棒があるんですよ。棒っていうかなんていうのこう、まあ、棒ですね。があるんですけど、普通にやるとやっぱこれも全部一色単塗られちゃうんですよ。で、奥行きがなくなっちゃうというか、すごいフェイク感が増すんですけど、それがですね、この辺かな。はい。こうですね。はい、見ていただいた通り、まあ、ここも全部青く塗られちゃって、で、同じぐらいの、カメラからの距離にいる、このリコさんの方にはですね、この青っていうのが被ってきてないわけじゃないですか。だから、これはあくまで、奥だけが青いというような状況にしたいっ
というところで、ここでですね、こうパスを書いてあげるんですよ、これで。で、このウィンドウツール、選択するところでパスを書けるので、で、この棒だけをこうやって書いてあげて、で、さらにですね、こいつを、トラッキングしてます。なので、こう見ていくと、こう棒がちゃんと選択されてますよね、ずっと。で、選択されて、ここだけが、さっきもお見せしたような感じで反転されていて、この青いグラデーションの影響を受けないようにしてるっていうような形でですね、ちょっと細かく、どこが、なんだろう、よりリアルに見せるために、こうやって細かく調整していくというような感じになります。はい。どこをどうやって塗るかっていうのは、もう皆さんそれぞれの、アイディア、センス次第かなという感じなんですけど、僕もかなり激しく、この作品は塗ってます。このネオンのシーンは。塗ってないところもあるんですけどね。うん。こういう、ただ、こう、じゃんじゃんこう光っているところとかっていうのは、結構、どのシーンでも色はかけてたりしますね。後半になってくるとそこまでがっつりかけてるっていうこともなくなってくるかな。こういうシーンとかもそうですね。この半分はこう青くしてあげて、こういうなんていうんですかね、奥行きであって、こうセンターにいて右と左と半分の色をちょっと変えてあげることで、すごく印象的になるのかなと思って、こんな感じで、はい、やったりとか。なので、ちょっとね、動画でこれをやっていくっていうのは、結構正直根気がいる作業だと思います。うん。これだけのクリップの数があれば、えっと、すごい量やらないといけないですし、だから全編で使うっていうよりも、ちょっとしたこういうシーンとかで少し味付けとしてね、印象を出すために、使ってあげるといいんじゃないかなというふうにも思います。でもそれだけでも効果はだいぶ劇的なので、これなんかね、もう普通に、アイラブ歌舞伎町っていうような感じで、こういうシーンなんですけど、少しね、歌舞伎町っていうやっぱりなんていうんですかね、だいぶ雰囲気は出るんじゃないかなと、いうふうに思いますので、ちょっとね、時間があるプロジェクトでは、ぜひね、こんな感じで、やってあげてもいいんじゃないかなというふうに、思います。はい。じゃあ、今回このチェーンリアクションの、解説動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。